まあ、今回はね、なんか日本人が外国人に対して思ってることっていうちょっと、まあ、よくわからない謎トピックでいくんだけど、はい。まあ、なんかありますか？最近日本にたくさん外国の方々がいらっしゃっておりますね。いわゆるオーバーツーリズムというやつですか。ああ、そうか、まあ、ちょっと前の話だけど、コロナ、まあ、外国の人が日本に来るの、入国 OK ってなって、まあ、たくさんのね、外国の方が来るようになって、ハッピーハッピーハッピーってやつね。そうね。だからまあ、もともと東京とかだと結構、まあ、コロナ前から外国の方々見てたけど、より一層ね、見るようになったっていう今日この頃でございます。あれ、それがあれか、なんかめっちゃ人増えて、おい、なんか、人増えすぎだろうって怒ってるってこと？怒ってる人がいるってこと？まあ怒ってる人もいるね。でも普通なんか日本の、経済面で見ると、普通になんか外国の方は日本たくさん来てお金たくさん落としてくれて、嬉しい、ハッピーハッピーじゃないのかなって思いや、そう、うんですけど。マジで、もう日本終わってるからさ、もう外国の人本当日本に来てお金落としてくれ、マジで。でもまあそういう経済面ではまあ嬉しいけど、なんか怒ってる人たちは、だから怒ってる人たちはやっぱりそれこそ、外国人に対して思ってることが多分あるんじゃないでしょうか。おー、いいですね。ということで、じゃあ、まあ、そうだ、外国人に対して思ってることか、そうだな。まあ、俺、結構外国人って言っても、なんか、やっぱ中国人とかの方がよく見る。中国人とか韓国人とかの方がよく見るイメージがある。まあ、アジア系、いわゆるアジア系の人たちはまあ、なんか比率というか数も多いよね。あ、そう。で、まあ、なんか中国人とかは、まあ、うるさいと。ちょっと待って、話し声がうるさいみたいな。まあそう、まあそうなんだけど、まあまあ一応、まあ、ちゃんと言っとくと、まあ多分あれはね、中国人がうるさいっていうよりかは、まあ多分あれなんだろうね、発音じゃない？中国語を勉強したことある人だったらわかるかもしれないけど、なんかめっちゃ頑張んないと発音できなくない？中国語って。え、発音が難しいというかどういうこと？なんかさ、我是日本人みたいなさ、めっちゃしとかだったら、うん。すごいなんか空気を摩擦させないと、ちゃんと発音できない気がするんだよね。なんかそれが、なるほどね。なんか俺ら日本人にとっては、ちょっとなんかうるさいっていうか、なんか声でかいなって聞こえちゃうのかなと思ったんだよな。あ、そういうことが、一定以上の音量で発生しないとしっかりした発音がなんないから、まあ仕方なしと。言語の特性上。そう。仕方なしだ。そう、言語の特性上仕方なしの日本語はなんかめっちゃ口先だけで喋れるから、あれだけど。まあ、それは一理あるのかもしれませんね。なんか、中国語、確かに、頑張って発音してたわ。うん。俺正直中国に対して思うことだったらいろいろあるかもしれないけど、中国人に対してって別に特になんかそれ以外あんまりイメージないかもしれないな。なんかまあ、どうなんだろう。中国人とかだと結構集団でなんか大人数で行動してて、なんだろうな、邪魔だなこいつらみたいな思う人たちはいるような、いないような気はするね。なんかそれはやっぱあれじゃない、東京ならではなんじゃ。俺は田舎に住んでるから、田舎に住んでるとあれなんだろう、そもそも外国人見ることがレアだからな。あ、それはお前の方がそういうことね。多分詳しい。まあ確かになんかまあ中国人だとなんか結構家族連れとかで来てて、なんかそれで、えーまあ中国人家族がそもそもあれかな、大家族の人が多いのかな。だからかもしれないけど、5、6人で、店の中いて、なんか通路通りにくいなとか、なんか道路広がって歩いて、こいつらだなみたいなね、ちょっと、まあ邪魔というか邪魔ですね。はい。邪魔だなみたいな。あーアジアつながりでいくと、例えば韓国人に対してとかなんかある？俺、マジであれかもしんない。韓国人に持つ印象は何ですかって聞かれても、なんか答えられないかもしんない。特になんかある？うん、まあ、あんまり男女の差をあれこれ言うのはあれだけど、韓国男子について思うのは特になくって、韓国女子についてめっちゃ感じるのは、ね、こいつら一生インスタ映えするような写真、いわゆる映える写真を撮るために一生懸命だなっていうふうには思だから、うね。なるほど。だから日本人と一緒と。まあ確かに日本人女子と一緒か、そういう面だと。なんか最近さ、富士山の近く、山梨の五大湖の、なんだっけな、河口湖周辺に行ったんですよ。ちょっとドライブで。ね、その時に、日本人1割ぐらいで、周り9割外国人。で、そのうち、2割3割が、まあ、韓国人みたいな、まあ、そういった環境だったわけですよ。
そんなことある？いや、まあ、さすがに持ってる、まあ、持ってると思うけど、この比率は。でもまあ、そう感じるぐらいに、すごい、外国の方々多くて、で、その中に、まあ、一定数韓国人もいて、で、その韓国人は基本的に女子二人組で、みんな、なんだろう、映えるような決め顔で、なんか、富士山をバックに頑張って写真撮ったりとか、なんか、食べ物と自分と富士山をうまく、なんだろう、カメラに収めようとすることに全力を注いでるのが、なんか注いでる韓国人が多かったっていうのがあったので、ああ、マジで、なんかいいね。いいかは知らないけど、日本とマジで一緒だな、それだと。確かにね、感性が日本と一緒ってのはあるかもね。うん。まあ日本人結え構なんか、あれだよね、韓国に対してポジティブというか、韓国好きみたいな人多いから、なんだろうね。そう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 。多いよね。そう、なんか特に日本人の女の子うん。結構なんか韓国推しじゃない割と。確かに。だし、なんか東京の新大久保だか大久保とかなんかもううん。韓国コスメの街みたいな、そういうブランディングをされてるっぽいから、あそこ韓国だよな、もなんかそう、もう日本も韓国も融合してんじゃねみたいな。日本文化の一つやね。いっそ。う。そうだよな。なんか、東京とかだとさ、なんかアジア人以外だとなんか、どうなの？つまり英語圏わかんないアメリカ人とかも結構いる？まあ、いるね。本当に多種多様だね。なんか、東京は日本の人種のサラダボールだみたいな、そういうレベルで、普通にいるね。英語飛び交ってるのも、新宿とか渋谷とかだと感じるな。えー、なんかあれなの？東京にいて、英語で道聞かれるみたいなシチュエーションとか経験したことあんの？あるの全然ないな。ええ。俺も普通に、あれだわ。なんか、人生で3回くらいあれなんだ。京都だけど、京都でうん。人に英語で聞かれたわ。めちゃめちゃいい人、いい人なんだって。道聞かれてちゃんとえ答えてんの？ちゃんと英語で答えてる。偉い偉い。偉い。だからあれかもしれない。もしかしたら俺見た目が話しかけやすいんかもしれない。やったぜ。こいつ英語できるって思われてるのかもしれんよ。いや、それは思われてないかもしれないけど、見た目で英語できるって意味わかんないだろ。こいつだったら、なんかうん。道を教えてくれそうだし、なんか英語で話しあかけても、まあ、英語で返してくれるんとちゃうみたいな、理解してくれるんとちゃうって思われてんじゃない？まあ、そう信じたいですね。うん。で、それつながりで言うとあれじゃん。